皆さんこんにちは、バンガードチャンネルです。先週のアニメは三崎対朝香ということでペール分のカードが大活躍しました。なので今週は村雲のカードをねまたいっぱい紹介していきたいと思います。それでは今日の1枚目はこちら、ダークレギュラーズのグインザリッパーです。登場時ソウルチャージ1、バンガードサークルでもリアガードサークルでも OK です。ソウルチャージした後、自分のソウルが10枚以上ならカウンターブラスト1することで相手のリアガードを1枚選んで退却させます。自分でチャージした1枚も数えるので、できればソウルが9枚以上の時にコールしたいカードですね。好きなリアガードを退却できるのが使いやすいですね。後半戦に出すことが多いと思うので、相手のインターセプトを削ったりするのがいいと思います。続いてのカードはこちら、忍獣ブラッディミストです。ようやく村雲のカードですね。こちらはね結構面白いカードなんで大盤を使って解説していきたいと思います。リアガードサークルに他の忍獣ブラッディミストがいないならカウンターブラスト1することで、山札から忍獣ブラッディミストをリアガードサークルにコールして、コールしたユニットのパワーをターン中マイナス4000。バンガードサークルでも使える能力なので、このカードにライドすればリアガードを増やすことができます。出したターンはパワーは低いんですけど、アクセルクランは3ターン目に前列ユニットをねしっかりと用意してあげることが大切なので、次のターンの攻撃に備えるという意味でコールするといいと思います。これは豆知識なんですけど、ブラッディミストがバンガードサークルとリアガードサークルにいるとき、ブラッディミストの効果はリアガードサークルに他のブラッディミストがいないというのが条件なので、バンガードサークルのブラッディミストの効果は使えませんが、なんとリアガードサークルにいるブラッディミストの効果は使うことができます。このカードは以外のねリアガードサークルにはブラッディミストがいないんで使うことができます。ちょっとしたテクニックですね。意外と使う場面あるかもしれません。このカードをうまく使ってアタッカーをね準備しておいてあげてください。このブラッディミストと似たような能力を持っているのがこちら、忍獣ミリオンラットです。リアガードサークルにいるとき、他のミリオンラットがリアガードサークルにいないならカウンターブラスト1することで山札から1枚までミリオンラットをコールして、コールしたミリオンラットのパワーをマイナス4000。さっきも言ったようにブラッディミスタと似たような効果なんですけど、こちらはバンガードサークルでは使えないので注意してください。でもね、1ターン目にライドした時は基本ダメージを受けてないはずなのであんまり関係ないかもしれませんね。ブラッディミスタと合わせて出して、ここがマイナス4000されてるんで5000の8000で1万3000で、こっちがマイナス4000されてるんで9000の4000で1万3000という感じで、1万3000をね2箇所作ってあげるのもいいと思います。ブラッディミストをね使わなくてもミニオンラットを出してあげるだけでもアクセルクランでブーストカードが増えるのはかなり便利なのでいいカードだと思います。続いてのカードはこちら、ニトロジャグラーですね。今週紹介する唯一のペールムーンのカードです。手札から登場した時、山札の上から2枚を見て1枚ソウルに置いてもう1枚を山札の下に置きます。単純なソウルチャージじゃなくて選べるところがいいですね。ゴールデンビーストテーマーの能力が使えるのはアタック時なので、その前にこのニトロジャグラーでソウルの中身を整えておくといいんじゃないでしょうか。続いてのカードはこちら、カースドランサーですね。このカードは手札からコールする際、ユニットのいるリアガードサークルにコールしないとコールできないというちょっと変わったカードです。登場時にソウルブラスト1することでパワーをプラス1万して、ダメージゾーンに表のカードがないならカウンターチャージ1、コール制限がある代わりにパワープラスとカウンターチャージができるというカードになってます。ちなみにコール制限があるのは手札から出す時だけなので、こちらバイブカーの効果でコールされた場合はどこにコールしても OK です。続いてのご紹介はこちら、静寂の人気しじま丸です。このカードはブーストした時、ブーストされたユニットと同名のユニット2枚のパワーをプラス3000します。結構重要なカードなのでこちらも大盤で解説していきたいと思います。こんな盤面の時にしじま丸でパンダロロードをブーストすると、ブーストされたユニットと同名のユニット2枚をパワープラスします。村雲は先週紹介したマンダラロードや乱れエッジが効果で同名カードになるので、同名のカードがなくてパワーがプラスできないよっていう事態にはあまりならないと思います。で、しじま丸で気をつけてほしいのはブーストされたユニットと同名のユニット2枚です。
ブーストされたユニットプラス同盟のユニット2枚の合計3枚ではないので気をつけてください。このような盤面だとあらかじめ乱れエッジの効果でパワープラス3000して同盟にしておいて、バンダラロードの効果でさらにパワープラス3000、そして獅子魔丸のブースト時効果でパワープラス3000と合計で9000もねパワーをアップすることができます。あとアクセルサークルにいてブーストできないユニットのパワーもプラスできるので、少しパワーが足りないという事態を防いでくれます。今ここは27000のこっちで17000ありますからね。アクセルやプロテクトに対しては1万要求、2万要求取ることができます。村雲だとねかなりいいカードなのでぜひ使ってみてください。そんな獅子魔丸を後押しするのがこちら、忍龍魔界マンダラです。このカードはね今週の YouTube 限定公開カードですね。魔界なんでマンダラロードの魔界物ってことですね。その名の通りの効果を持っています。リアガードサークルとあと山札にいるときカード名を隠密魔竜マンダラロードに変更します。そしてリアガードサークルにいるとき、自分のヴァンガードサークルとリアガードサークルにいるマンダラロードが3枚以上ならブーストを得ることができます。デッキの中でマンダラロードに名前が変わっているので、本物のマンダラロードの効果でマンダラロードを指定しておきながらリアガードサークルに魔界マンダラをコールしたり、魔界マンダラ2枚でブーストしてアタックすることができるカードとなっています。もちろんマンダラロードをブーストした獅子魔丸の効果でパワーをプラス3000することもできます。乱れエッジと違ってリアガードサークルにいれば常にマンダラロードになるのもこのカードのいいところです。この辺りのカードをうまく使って村雲のデッキをぜひ組んでみてください。以上今週の今日のカードでした。今日の動画中ね、この端っこに映ってたこの子アクリルスタンドマーカー、結構可愛くてインテリアとしても使えるし、実はこれ先行後攻マーカーとしても使うことができます。友達とファイトしてるときじゃんけんして手札を引いて、あれどっち先行だったっけ結構なると思うんで、ぜひねこのアクリルスタンドマーカー使ってみてください。後ろの EC ショップで販売中です。よろしくお願いします。それではまた来週の水曜日にお会いしましょう。チャンネル登録コメントよろしくお願いします。今週も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。